前年の圧倒的王者から一転、なぜ彼らは苦境に立たされたのか。そして、そこからどのようにして復活への道を歩んだのか。伝説のドライバー、アイルトン・セナの命を奪ったとも言われるマシン、FW16 の真実を紐解いていきましょう。アクティブサスペンション全盛期、1993年、ウィリアムズ・ルノー FW15C は、F1 史上でも稀に見る技術的傑作としてその名を刻みました。その性能の根幹にあったのは、当時 F1 で許されていた革新的な電子制御システム群、特にアクティブサスペンションでした。このシステムは、路面からの入力をセンサーで検知し、瞬時に油圧アクチュエーターを介して車高を調整するものでした。従来のパッシブサスペンションがスプリングとダンパーの固定的な設定に依存していたのに対し、アクティブサスペンションは走行中にリアルタイムで最適化を図ることが可能でした。例えば、直線ではリアの車高を下げて空気抵抗を減らし、高速コーナーでは車高を維持して最大限のダウンフォースを発生させ、低速コーナーではロールを抑制してタイヤの接地面積を最大化するといった制御が行われていました。これにより、FW15C は常に理想的な空力姿勢を保ち、タイヤのグリップを最大限に引き出すことができたのです。FW15C は、アクティブサスペンション以外にも、トラクションコントロールとアンチロックブレーキシステム、ABS を搭載していました。トラクションコントロールは、エンジントルクを調整してホイールスピンを抑制し、加速時の安定性を向上させました。ABS は、ブレーキング時にタイヤがロックするのを防ぎ、制動距離の短縮と安定したブレーキングを可能にしました。これらの電子制御の組み合わせにより、FW15C は文字通り走るコンピューターと化し、ドライバーはマシンの限界をより安全に、そして効率的に引き出すことができました。この圧倒的な技術的優位性が、アラン・プロストのドライバーズタイトル獲得と、チームのコンストラクターズタイトル獲得という結果に直結しました。しかし、F1 が技術の発展に傾倒しすぎることに疑問の声が上がり始めました。特に、ドライバーの技量よりもマシンの性能が勝敗を分けるという批判が高まり、FIA は1994年シーズンからの技術規制の大幅な変更を発表します。この規制変更は、アクティブサスペンション、トラクションコントロール、ABS といったすべての電子制御デバイスの全面禁止という極めて厳しいものでした。この決定は、ウィリアムズの技術的優位性を直接的に狙い撃ちするものであり、一部ではフェラーリをはじめとする他チームの政治的な働きかけがあったとも言われています。彼らは、ウィリアムズの技術力に追いつくことが困難であると判断し、レギュレーションの変更によって競争の公平性を再構築しようと試みたのです。FW16 の設計課題、1994年シーズン、ウィリアムズは FW16 を投入しますが、その開発は前年の FW15C とは全く異なる、根本的な設計思想の転換を強いられることになりました。アクティブサスペンションの禁止は、単に電子制御を取り外す以上の意味を持っていました。FW15C はアクティブサスペンションを前提とした設計であり、車体の重量配分ジオメトリー、そして何よりもエアロダイナミクスが、そのシステムに最適化されていました。アクティブサスペンションは、車高を常に理想的な位置に保つことで、ダウンフォースを最大化し、空気抵抗を最小限に抑えることができました。特にグラウンドエフェクト、すなわち車体下部と路面との間の気流を精密にコントロールすることで発生するダウンフォースは、車高によってその効率が大きく変化します。FW15C では、コーナリング中も車高を一定に保つことができたため、フロア下の空気を効率的に流し、強力なダウンフォースを発生させ続けました。しかし、FW16 ではパッシブサスペンションに戻ったため、走行中の車高は路面の状況や走行速度、コーナリング中の荷重移動によって大きく変化するようになりました。これにより、フロア下の気流が乱れ、ダウンフォースの不安定化という深刻な問題が発生しました。特に高速コーナーでは、
車体姿勢のわずかな変化が空力特性に大きな影響を与え、マシンは予測不能な挙動を示すようになりました。これは、ドライバーにとって極めて危険な状況を生み出すことになります。ウィリアムズのチーフデザイナーであるエイドリアン・ニューエイも、このパッシブサスペンションへの移行期における設計の難しさを後に認めています。ニューエイは、アクティブサスペンションがなくても、既存の空力コンセプトで十分な性能を発揮できると楽観的に評価していた部分があったと述べています。その結果、FW16 は、アクティブサスペンション前提の設計思想を完全に払拭できず、パッシブサスペンションとの相性が悪い、いわば妥協の産物となってしまいました。具体的には、フロントエンドの不安定性、特に、低速コーナーでのアンダーステア、そして高速コーナーでの突発的なオーバーステアが顕著でした。これは、空力的なバランスの崩壊が主な原因でした。セナとヒルの苦悩、FW16 が初めてトラックに姿を現したとき、その挙動は伝説的なドライバーであるアイルトン・セナとデーモン・ヒルの両者を大いに悩ませました。特にセナは、マシンの予測不能な不安定性、特に高速コーナーでの突然の挙動変化について繰り返し不満を表明しました。彼は、FW15C で得られた圧倒的な安定性とグリップ力を失い、まるで別のマシンを運転しているかのような感覚に陥っていたのです。セナは、マシンの挙動に疑問を感じ、コクピット内部のエルゴノミクスにも改善を求めました。特に、ステアリングコラムの位置と角度が彼のドライビングスタイルに合わず、十分なクリアランスが確保できていないと感じていました。サンマリノ GP の週末、彼の要求を受けてステアリングコラムの改修が行われ、角度が変更されました。しかし、この改修が後に、セナの死亡事故においてステアリングコラムが折れた原因の一つとして議論されることになります。開幕戦からサンマリノ GP にかけての FW16 は、その根本的な設計問題がレース中に顕著に現れました。ブラジル GP ではセナがスピンオフしてリタイアし、パシフィック GP でも不本意な結果に終わりました。特に、タイヤが消耗した状況や、燃料搭載量が多い状況では、マシンの不安定性はさらに増大し、ドライバーは常にマシンの限界と格闘していました。そして、運命のサンマリノ GP、予選ではルーベンス・バリチェロが大クラッシュし、ローランド・ラッツェンバーガーが死亡するという悲劇が続きました。不穏な空気が漂う中、決勝レースの7周目、アイルトン・セナの FW16 はタンブレロコーナーでコントロールを失い、コンクリートウォールに激突しました。この事故によりセナは命を落とし、F1 の安全性に対する意識は劇的に変化しました。しかし、この悲劇は FW16 が抱えていた根本的な空力、およびサスペンション設計の欠陥を最も痛ましい形で浮き彫りにするものでもありました。初期の FW16 は、ドライバーの技量をもってしても、そのポテンシャルを最大限に引き出すことが非常に困難なマシンだったのです。復活への道、アイルトン・セナの悲劇的な死という重い代償を払いつつも、ウィリアムズは FW16 の抜本的な設計変更と改良を急務としました。チームは、セナの事故後、マシンの問題点を徹底的に分析し、特に不安定さの原因となっていたエアロダイナミクスとサスペンションの再設計に全力を注ぎました。まず、FW16 の不安定さの最大の原因であった空力特性の改善が図られて、FW16B として投入されました。具体的には、サイドポッドの形状変更、リアウイングの再設計、そしてフロア下の気流を安定させるためのディフューザーの改良などが行われました。これらの変更は、パッシブサスペンション下での車高変化に対応し、常に安定したダウンフォースを発生させることを目的としていました。空気の流れを最適化することで、マシンのリフトを抑制し、高速域での安定性を向上させることが最優先されました。サスペンションに関してもジオメトリーの見直しが行われました。パッシブサスペンションの特性に合わせて、アームの長さや角度、ダンパーとスプリングの特性が細かく調整され、
タイヤの接地性が向上しました。これにより、特にコーナリング中のタイヤのグリップが安定し、ドライバーはより安心してマシンを限界までプッシュできるようになりました。これらの懸命な努力は、シーズン後半戦にかけて明確な形で現れ始めます。デーモン・ヒルは、改良された FW16B で、驚くべきパフォーマンスを発揮し始めました。ベルギー GP、イタリア GP、ポルトガル GP と勝利を重ね、一時は絶望的と思われたドライバーズタイトル争いでもミハエル・シューマッハと最終戦まで激しく争いました。最終的にウィリアムズは苦難のシーズンを乗り越え、コンストラクターズタイトルを獲得することに成功しました。FW16 は開発初期の困難と悲劇を経験したマシンではありましたが、ウィリアムズの技術チームの類まれな適応能力と改善努力によって、最終的には F1 を代表する勝利のマシンへと昇華されたのです。この復活は、F1 における技術開発の絶え間ない挑戦と、逆境を乗り越えるチームの強い意志を象徴する出来事となりました。皆さんいかがだったでしょうか。次回もモータースポーツを深く掘り下げた話題を紹介していきます。チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。コメントも大歓迎です。では、また次回。